皆さんこんにちは、幸子です。アニメや漫画が好きな人にオンラインで日本語を教えています。今日は最近見ているアニメとんがり帽子のアトリエの話を優しい日本語バージョンと自然な日本語バージョンで話したいと思います。 N3 以上や中級上級の皆さん、最初のチャプター優しい日本語バージョンをスキップして見てみてください。優しい日本語バージョン。皆さんは最近見ているアニメがありますか？私は今、9つのアニメを見ていて、その中でこれはすごいと思ったアニメがあります。それは、こちら、とんがり帽子のアトリエです。英語のタイトルは Witch Hat Atelier です。このアニメは日本だけでなく海外でももう人気があります。私はこのアニメが本当に好きになって、子供と一緒に毎週大きなスクリーンで見ています。アニメーションがとても綺麗だし、ストーリーも面白くて、早く次の話が見たくなるし、キャラクターたちもとても魅力的です。すごいアニメが始まってとっても嬉しいです。タイトルからもわかるように、これは魔法使いのストーリーです。主人公のココという女の子は初めは普通の女の子でしたが、ある出来事がきっかけで魔法使いになります。そしてお母さんを助けるために少しずつ成長していきます。日本語のタイトルのとんがり帽子というのは、先が細くて尖った帽子のことです。この言葉、絵本や子どもの本だけで使われます。絵本のような絵を見てもわかりますが、このアニメは子どもが想像する魔法の世界をとても大切にしているように感じます。ストーリーだけ聞くとよくあるファンタジーかなと思うかもしれません。でもこのアニメの魔法の設定は少し普通とは違います。この世界では特別なペンとインクで魔法陣を書くと誰でも魔法を使うことができます。しかしそのことは魔法使いたちだけの秘密です。この魔法の設定を見たとき、私が IT 会社で働いていた時のことを思い出しました。とても仕事ができるプログラマーが本当に魔法使いのようにすごい速さでプログラムを書いてシステムを作っていたので、それに近いなと思いました。普通のファンタジーでは魔法使いはすぐに魔法を使うことができます。でもこのアニメでは魔法使いたちはまず魔法陣を書かなければなりません。だから魔法を使う場面も普通とは少し違います。魔法使いたちはペンを持って速くて綺麗な魔法陣を書きます。こういうシーンはあまり見たことがなかったので、とても新しいなと思いました。このアニメのすごいところは3つあります。一つは絵です。本当に素晴らしい絵ですね。私たちは綺麗なアニメをたくさん見ていますよね。それなのにこのアニメを見ると、これはすごいと感動してしまいます。これを描いた人たちはどれだけ時間を使ったんだろう、どれだけ頑張ったんだろうって思います。それくらい丁寧に作られています。そして毎回映画を見ているような気持ちになります。
なので大きなスクリーンで見ています。オリジナルの漫画もとてもユニークで特別な絵です。公式ウェブサイトでは日本語でも英語でもエピソード1を読むことができます。ぜひ見てみてください。この漫画の絵はヨーロッパの昔の銅版画のような雰囲気があります。とても細かくて美しい絵です。アニメではそのオリジナルの漫画の美しさを大切にしていて、時々漫画と同じようなデザインの場面が出てきます。その場面を見るとまるで本当に魔法の世界に入ったような気持ちになります。最近は異世界転生のファンタジーアニメがたくさんあります。でもとんがり帽子のアトリエのデザインはその中でも特別です。他のアニメとは違う美しさがあります。まずは予告だけでも見てみてください。絶対にすごいと思うはずです。2つ目のすごいところはストーリーです。このアニメは毎回続きがとても気になります。詳しく話すとネタバレになるのであまり言いませんが、鬼滅の刃のようにエピソード1にはとても大きなアクシデントがあります。見ている人がびっくりするような出来事です。その出来事がきっかけで主人公のココは人生が大きく変わります。そして長い間夢だった魔法使いになるチャンスが来ます。でもそのシーンはとても悲しくて重い雰囲気です。見ている私たちもこれからどうなるのととても心配になります。その後ココは今まで知らなかった魔法使いの世界に入っていくんですが、そこには新しい発見がたくさんあります。このワクワクする感じはハリー・ポッターに少し似ているかもしれません。毎回のエピソードではココたちがトラブルになったり死ぬかもしれないぐらい危ない場面が出てきたりします。私は家事をしながらアニメを見ることもあるんですが、この後どうなるんだろうと思って仕事が止まってしまいます。そのくらいこのアニメに集中してしまうことが多いです。3つ目はユニークなキャラクターたちです。このアニメにはいろいろな面白いキャラクターが出てきます。今のところ私が一番好きなキャラクターは筆虫です。でもアニメはまだ途中だし、私もオリジナルの漫画を最後まで読んでいません。なのでこれからもっと好きなキャラクターが出てくるかもしれません。キーフリー先生もとてもかっこいいですよね。呪術廻戦の五条先生に似てるなぁと思います。でもキーフリー先生にはまだたくさん秘密がありそうです。優しい先生に見えますが、時々少し怖く感じることもあります。それからアガットというキャラクターがいるんですが、少し厳しい性格で、私は推しの子に出てきた漫画家の先生を思い出しました。そして主人公のココはとても好奇心が強い女の子です。新しいことに興味を持ってどんどん行動します。そしてとても優しい子です。でもそのせいで大きな失敗をしてしまうこともあります。見ているともっと気をつけて、それは危ないよと思うことがよくあります。私は親のような気持ちでココを見てしまいます。実はこのココの性格があまり好きじゃないという人もいます。
それでこのアニメが苦手だという人もいるみたいです。でも私はココを応援したいと思っています。優しい日本語のバージョンはここまで。次は自然な日本語のバージョンで話します。話は同じですが、使っている言葉がかなり違いますので、よかったら続きもどうぞ。自然な日本語バージョン。皆さんは最近見ているアニメはありますか？今9作品ぐらいアニメを見ているんですけど、その中でも一番すごいな、完成度が高いなと思ったアニメが、こちら、とんがり帽子のアトリエ。英語のタイトルは Witch Hat Atelier です。すでに日本だけでなく世界で人気になっているアニメですね。私本当にハマってしまいまして、子供と一緒に大きいスクリーンで見ています。映像がとにかく美しくて、ストーリーもドキドキワクワクするし、早く次が見たくて1週間後が楽しみです。出てくるキャラクターもすごくいいし、神アニメがやってきてくれたなと思います。タイトルでもわかる通り、これは魔法使いの話です。普通の女の子だったココがある事件をきっかけに魔法使いになって、お母さんを助けるためにどんどん成長していく話です。このとんがり帽子って言葉は魔法使いやエルフの帽子で、先が尖っている帽子のことなんですけど、絵本とか子どもの本とかでしか出てこない言葉です。絵を見てもわかると思うんですけど、子どもが想像した魔法の世界という世界観を大切にしているんだろうなと、タイトルを見ただけでわかります。こうやってあらすじを聞くと、結構普通のファンタジーかなと思っちゃうかもしれないんですけど、魔法の設定がかなり変わってます。この世界では特別なペンとインクで魔法陣を書けば誰でも魔法が使えるというシステムで、それが魔法使いだけの秘密になっています。 IT 会社で仕事をしていた時に、めちゃくちゃ仕事ができるプログラマーが魔法使いに見えたことをちょっと思い出すような設定でした。普通アニメでは魔法を使う場面は一瞬で魔法使いが魔法を使える状態ですけど、ここでは魔法陣を書く作業をしなきゃいけないので、魔法を使うシーンもペンを持った魔法使いが素早くきれいに魔法陣を書くっていう、あまり見たことがないシーンが出てくるので新鮮です。このアニメがすごいところは3つあるんですが、1つは何といっても作画です。神作画。私たちは美しいアニメを飽きるほど見ているのに、それでも感動しちゃうって、もうこれを書いたスタッフたちはどれだけの時間と努力をしたのかわからないぐらいすごいです。毎回映画を見ているみたいですね。だから大画面でしっかり見ています。原作の漫画もかなり個性的な絵で、公式ウェブサイトで英語も日本語も第1話が見られるので、ぜひ見てもらいたいんですが、中世のヨーロッパの銅版画のようなタッチで描かれています。アニメではその原作の美しさを損ねないように、時々原作のようなデザインで描かれていて、ファンタジーの世界に引き込まれます。最近は異世界転生のものが多いので、ファンタジーアニメもいろいろありますけど、他のファンタジーアニメとは違うずば抜けてすごい作画になっています。ぜひ予告だけでも見てみてください。2つ目のすごいところはハラハラドキドキのストーリー展開。これはネタバレになってしまうのであまり言えないのですが、鬼滅の刃のように第1話がものすごく衝撃的です。この衝撃的な事件があって、
主人公のココは長年夢だった魔法使いになるチャンスがやってくるんですが、そのあたりはすごくシリアスで、見ているこっちもこれからどうなってしまうんだとちょっとしたパニックになります。でもそこから先のストーリーは今までココが知らなかった魔法使いの世界が広がっていて、この辺はハリー・ポッターにも似たワクワク感があります。毎回のエピソードで結構ピンチになることが多いので、家事をしながら見ていても途中で作業がストップしちゃいます。それぐらい集中して見たくなります。3つ目は、キャラクターが個性的なところですね。今のところ推しキャラクターは筆虫なんですけど、まだアニメの途中で原作も最後まで読んでいないので、これから出てくるかもしれません。キーフリー先生、五条先生にめちゃ似てる先生、かっこいいんですけど、時々すごく怖くて大きな秘密がありそうなので、まだまだ推しレベルにはいきません。ちなみに、厳しい性格のアガトは推しの子に出てきた漫画家の先生にも似てるなと思います。主人公のココですが、好奇心が旺盛なすごくいい子なんですが、人を命の危険にさせてしまうような大きな失敗をよくしていて、見ていられない時も多いです。もっと注意してとか、危ないなこの子はとつい親の気持ちで見てしまいます。この主人公の性格が苦手でアニメが好きじゃないっていう人もいるくらいです。でも私は応援したいなと思います。はい、ということで今日は、今私が一番ハマっているアニメとんがり帽子のアトリエを優しい日本語と自然な日本語で話してみました。フリーレンや魔法使いの嫁が好きな人は結構好きだと思います。今回は自然な日本語のバージョンも初めて話してみたんですが、どうでしたか？自然な日本語の方分かりましたか？本当に日本人に説明するときに使う日本語で、話しました。中級以上の人は自然な日本語にも慣れる必要があると思ってこのバージョンも話しました。よかったよと思う人は、ぜひいいねやコメントでどうだったか教えていただけたら嬉しいです。このチャンネルではアニメや漫画について優しい日本語で話しています。皆さんが日本語でアニメや漫画をもっと楽しめるようにお手伝いできたら嬉しいです。それではまた。